今日の、テーマは簡単な煮物ということなので、小松菜と油揚げのさっと煮。油揚げを入れる煮物ってなんとなくその油抜きをするっていうのがなんとなく定番なんですけど、僕は、油抜き必要なし、油が煮汁の中に出てそれも旨味になるようなそんな煮物ですね。材料さえあれば10分ぐらいでできるのかな。あと一品副菜ちょっと欲しいなっていう時にいいですよね。油揚げがたっぷりと煮汁を含んでほんとさっとなのにしっかり味です。美味しい。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは小松菜と油揚げのさっと煮。さっと煮っていうぐらい簡単にできる、煮物です。煮物苦手な方も、これは間違いなく失敗なくできるのでぜひ試してみてください。ではまず材料です。小松菜、油揚げ、かつおだし、醤油、みりん、酒、砂糖です。じゃあまずですね、材料を切っていくんですが、油揚げを入れる煮物ってなんとなくその油抜きをするっていうのがなんとなく定番なんですけど、僕はその油分が煮物の中に出た方が煮物によるんですけど出た方が美味しい煮物もあると思ってるぐらい油抜き必要なし。今回はまさにそういう煮物です。油がちゃんと煮汁の中に出てそれも旨味になるようなそんな煮物ですね。まず油揚げ切っていきますよ。油揚げもきちっと一つの主張する具材として食べるので、2センチ幅ぐらいですかね。続いて小松菜ですね。小松菜はまず根の部分を揃えて浅く落とします。そうするとこの根の切り離した部分に結構泥が詰まってるんですね。土がこういう感じで。なのでこれを一度洗い流します。上の方はねほとんどついてないですね。で水気をよく切ってで5センチ幅に切っていきます。こんな感じですかね。はい、これで準備 OK。たら煮汁を合わせていきますね。まずかつおだし、火をつけてここにお砂糖、お酒、みりん、お醤油で、小松菜は水分が多いので、一度茹でるとその水分がお醤油が入って塩分が入ってるんで少し外に出るんですね。そうすると味がぼやけますのために最後お醤油の香りを立たせるために後でさらにお醤油を加えますね。で今日の、テーマは簡単な煮物ということなので下茹でせずに一緒に加えて完成させていきます。それでも十分美味しいです。はい、煮汁沸いたらここで先に油揚げですね。でこれで油揚げに味を含ませるためにこのまま2分煮ていきます。何か油揚げエピソードはあるんですか？油揚げエピソード、油揚げエピソード、油揚げお稲荷さんが子供の頃あんまり好きじゃなかったけど最近はスケロクを見るとテンション上がる。今日のお弁当スケロクっていうとちょっとテンション上がるようになりましたね。年ですかね。はい、2分経ったら小松菜入れていきます。でちょっと混ぜながら葉っぱは特に火が入るとどんどんしぼんでいくんでもうこれであと3分煮てお醤油加えれば出来上がりなんで、あと一品副菜ちょっと欲しいなっていう時にいいですよね。あんまり煮すぎちゃうと小松菜がどんどん水気抜けすぎちゃってですね硬くなってくるんですね。それはあんまり良くないので、さっと煮るっていうこと自体は小松菜の調理法としてはとても正しいと思いますね。一回これで沸かせますね。小松菜エピソードは何かあるんですか？小松菜エピソード、うちのお袋が異常に好きですね。そうなんですはい、だからお雑煮は小松菜の量が尋常じゃないですね。小松菜のあんかけの卵オムレツのせみたいなのとかよくやってましたよ。なるほど。はい。そしたら3分経ったのでここで一回味見をします。で味の変化をちょっと覚えておいてください。
ここで一回味見すると少し味ぼけるんですよ。やっぱり小松菜の水分が出るんで。で最後にここでお醤油入れると、お醤油の香りだけちょっと足してひと煮立ちで、ここでさらに味見しといてください。そうするとお醤油が勝つんで、ちょっとお醤油買ってるぐらいの方が美味しいと思います。じゃあ火を止めます。はい、そしたら盛り付けですね。結構ね量食べれるんで、まだ小松菜の食感も残ってる状態ですね。ちょっとね甘じょっぱいんですけど、油揚げに似たやつを嫌いな人いないですよね、多分ね。油揚げ大好きです。で煮汁を入れて、はい、こんな感じですかね。完成です。じゃあ早速いただきたいと思います。まず小松菜だけ。このねやっぱ葉っぱのところにね煮汁含みますからね、ちょっと葉っぱの方が濃いめで茎の方がちょっとさっぱりしてる感じだと思いますね。うん、ほんとさっとなのにしっかり味です。美味しい。でおすすめの食べ方はこの茎の方は油揚げと一緒に、油揚げがたっぷりと煮汁を含んでおかずにもねとってもいいと思います。それから当然おつまみですよね。沸かす時間含めて、材料さえあれば10分ぐらいでできるのかな。あと一品、もう一品なんか副菜欲しいなっていう時に作ってみてはいかがでしょうか。それからしっかり味なんで冷たくしても美味しいレシピです。はい、常備菜的にも、食べてみてください。ごちそうさまでした。